学生っていうか大学生になったからやっぱりキャンパスライフをすごい楽しみたいっていうでしょうね。のがあったから、そっちの方でもね、うん、学校行く時はそういう格好で、はい、で遊びディスコ行く時は武先生、一世三宅さんの洋服を着ていくっていうそういう。ディスコはどっち派？新宿派と六本木派っていうのが割と2つ大きく分けて2つになったんだ。最初に1年の頃は新宿に行ってました。はいはいはい。新宿には玉椿、それとも椿ハウス。椿ハウスです。で僕はそっちの方じゃなくて、サーファーディスコがあったんですよ。そっちか。一つだけあったんですよ。歌舞伎町の方じゃなくて。歌舞伎町にあったよね。もう行ったことあるけども、ちょっと俺は肌に合わなくて、やっぱり椿ハウス伊勢丹の裏にあったんだけど、そこに入り浸ったかな。そっち派か。そっち派ですね。そっち派っていうか、だって野球しかやってないから、ね、楽しいっていうのは爽やかっていうところ。ただし自分の中ではそういうさっき言った、お二人さん、武先生も含めて一世三宅さん、こういう洋服を着こなせるのが本物なんだなとは思ってました。で僕たちが着てるのはどっちかっていうとパッと着てポロシャツにしてもそうだし、短パンにしてもそうだし、当時ね、そういうのって実は着こなすの簡単なんですよね。僕の中ではそう思ってましたね。まあこういう言い方はあれだけど人を選ばないよね。で武先生とか一世三宅さんとか、そっち方面のファッションっていうのはやっぱ人を選ぶよね。そう洋服が人形を選ぶんですよね。イコール洋服にそのデザイナーの息吹が入っちゃってるから、着てみるとそれが合う合わないかって自分で感じるんですよね。でその先生たちの服っていうのは動いてかっこいいんですよ。歩いてかっこいいっていう。そのポロシャツにチノパンっていうのはやっぱりその歩いて洋服がかっこいいとかじゃなく着れる。一番一夜の田舎でそれ着てましたからポロシャツ。それだって野球部だってポロシャツですから夏。最初はみんなそうですよ。でそこで、ファッションに興味ね、持ち始めたっていうかその前に持ち始めてるんですけれども、これちょっと違うなと、サーファーの格好ってちょっと違うよなというところでみんながやってたからね。そう右見ても左見ても後ろ見てもみんな同じ格好してるから、それが嫌だったもんですから、みんなほら革の、ね、デッキシューズトップサイダー履いてるから、ふざけんなって俺はあえて布のトップサイダー、布デッキ、そこはある意味で反発してましたね。反発っていうかまあそういう感じですね。でそっからディスコの話のつながりでいくと、要は六本木に集まってる人たちはおしゃれだっていうのが分かってきたんですよ。今度は六本木方面なんですね。そこでセンスっていうかパシャクラブとかそういうところの人たちを見て、うわおしゃれだなっていう人たちが数名いたんですね。それでこういう感じでやっていけばいいんだろうな、これはちょっと盗みたいな、あの雰囲気と、なんか別にかっこつけてなくって、いい意味で意気揚々とこう、楽しんで遊んでいるっていう、そういう人たち見てて本当のねこう遊びを知っている人、大人。その今になってその当時見たそういう人たちっていうのはすごく大きく残ってるでしょ。残ってる影響力、もうすごい残ってる。僕の友達に
一世三宅さんと、ワイズ、はい、要は当時ワイズっていうブランド出てましたよね。で彼はワイズを着てたんですね。うわこいつおしゃれだなと思って、そういうちょっと貸してって着てみたら、彼はすごい体がいいんですね。似合うんですよ、彼は。で僕が着ると、僕はどっちかというと細いじゃないですか。細かったね。あれって言ったら、彼は彼なりにすごい似合ってるよ、すっごい何でも言える仲ですから「いやお前似合ってんじゃん」って言ってくれて、で自信持って、でそっからじゃあもう自信を持ちましたと。で、大学2年の時ですね、あれは大学2年の時に講義を受けてる時、講義を受けてる時に、メンズクラブを持ってる仲間たちがいたんですね。でちょっと見せてパパ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 って開けて、まあこれはもうぶち上げ話しちゃいますけれども、パーッと見て、あれそんなに素敵な人は出てないなというふうに僕は思ったんです。もうすぐメンズクラブ電話直接電話したんですよ。何の電話を？モデルとして使ってくださいって、出たいんですけどって。多分そういう子はねいっぱいいたと思うんだけど、1回断られて2回も断られて、まずはどうぞとは言わないわな。で3回目行った時にもうしつこいけれども、ちょっと来てくれ熱意感じたんじゃないかな。だと思うんですね。熱い男だからさ。そうですね。今はちょっとね涼しくなってきたでしょ。もうそれはもうね、ありがとうございます。いい意味で。でそしたらもう今の場所はもう本当にね、副編集長だったのかな、岡さん。岡さん、はい、岡さん。岡さんが。岡さんって厳しかったんですよ。すごい厳しかったらしいですね。岡さんが「あ、君いいね、いいよ」って、なんか来週再来週ぐらいに撮影あるからちょっと出てみないかっていう。でもこれ内緒だぞってこれ出られる人っていうのはでは山根さんが出てたグランプリ、とかそういうコンテストにね、一般応募じゃないと出られない、もしくはもうすでにもうプロの所属してプロとしてやってるモデルでさえ、メンズクラブっていう雑誌に入り込むにはもう至難の業というか、なかなか出れる雑誌ではなかったから、そこはやっぱりちょっと裏の話なんだろうな、岡さんとの。でそれ、出ました。そこそこ自分なりにはいい上がりができたな、上がりだなと思ってました。でその前に、その撮影の時っていうのはどういう洋服？西海岸ですよ、洋服は。やっぱり当時のそのメンズクラブの、もうボートハウス系でしたね。どっちかっていうとボートハウス系。どうだった自分で楽しいなと思っただけ。それが一番かな。楽しかった。まあでも緊張はしてたよね、もちろん。初めての撮影。逆、その時は緊張してなかったの。それはまだ素人だから。いい意味で。そうなんですよ。プロになって分かったのが、敵は素人モデルなんですよ。怖いもの知らずだからね。そういう人をフォトグラファーの人も撮ってて楽しいようだし、プロのモデルってある程度型にはまったこのポーズとか、そういうのでフォトグラファー的には面白くない、つまらないっていう人材でもあったりしたから、素人っていうその当時特にね、今でもそういう風潮は大きくあるけども、特にその頃は新鮮で
楽しかったんじゃないかな。それを現場で感じたんじゃないかな。はい、感じました。でそれはまだプロじゃないです。はい。ね、うん、プロじゃないです。でプロになるっていうのはどういうことかっていうと、事務所に所属しないといけないですよね。山根と同じそこからは、はいはい、そうなんですよ。でちゃんとお金をもらってっていうギャラをいただいて、事務所に所属して、仕事の依頼があって、それに対しての、報酬ギャラがあってっていうのがまずプロだよね。そうです。プロの仕事、プロフェッショナルっていうよりもプロとしての仕事。ただ一部で僕が話したアマチュアモデルもいましたよねっていうのはそこに来るわけです。僕はアマチュアモデルとしてそこに参加させていただいたっていうところですね。でその後にモデルエージェンシーに入んないといけないっていう岡さんがそういうふうに言ってくれたんですね。始まりましたね。始まりました。ようやく俺が質問する知りたい、なぜモデルになったかっていうのがそこから、そういうストーリーがあって、こうモデルっていうところに興味を持ち始めたっていうところ。でその岡さんがアダムスに行けと。自分が最初に所属してた事務所、メンズクラブ、やっぱりメンズクラブイコールアダムスなんです。アダムスに行けと。行きました。断られました。断られた。表参道にあった、今はないけどもあるビルの5階、階段で上がっていくんですよね。そうです。で控室っていうかパテーションがあってのちょっと待っててねっていう面接室があって、控室、部屋じゃないね。部屋じゃないですね。マネージャーさんたちがみんな3人4人いる、社長室はまた別個にあって、3人4人座ってるその広いリビングにパテーションがあって、その横に応接セットっていうのとモニター、テレビがあって、多分そこだと思う。そこです。そこで社長は当時井出さんですよね。やっぱり井出さんは井出さんも元モデルをやってた方だからメンズクラブやっぱり出身ですよね。井出さん社長に会えない。でもマネージャーがヘッドブッカーの方に会っていただいたんですよね。鈴木さん。そうです。鈴さんです。こういう名詞たくさん出ますが、鈴木さん。継承略でよろしくお願いします。S さんですね。で S さんに会ったら、じゃあちょっとうちでは無理だな。そっちか。やっぱりね、僕はその時思ったんですよ。ある程度出来上がってないと無理なんだな、ここはって。まだ僕は自分の中で伸びしろいっぱいあると思ってたんです。身長も185、6ありましたから、でもやっぱこう出来上がってないとダメなんだな。ある程度のトータルバランスがちゃんとできてないと。でもどっちかっていうとアダムスタイプの顔つきではあったとは思うんだけどね。この当時のこの濃いいい意味で濃い顔。後々ねモデルになった時、モデルになって3年か4年後ぐらいには井出さんから「あの時会えなくてごめんね」今だったら大丈夫だよっていうふうに言われたっていうのはあるんです。同じような経験してんだな、今だったら大丈夫だよって。自分がそのメンズクラブのオーディションに受ける前に全くフリーである事務所に行った時に、断られました。でメンズクラブは受かり、東京コレクションで出始めた頃に、その時に断った人とばったり会ったら、今ならいいよって言われたことがあって、
ふざけんなよ。同じ経験したけども、断られたんだね。そう断られたか。絶対入れると思ってたでしょ。もうね、自信持って、その岡さんの勧めだし。そうですそうですそうです。ああ厳しいな。でもね、そのスーさんはあれです、もう S さんやめてスーさんね。はい。もうスーさんにしましょう。僕その後スーさんともいろいろと会話をして、スーさんがどういう、自分のことがどうだったっていうのをちゃんと後で教えてくれましたから、もうスーさんって呼ばせていただきますけれども、でそのスーさんが「君だったら SOS が合うと思う」って言ってくれたんですよ。自分がいたとこですね。そうです。君のその身長とバランスだったら SOS が合う。東京コレクションがもう始まった当初ですよ、それは。じゃあまだ始まってない。まだ始まってない。まだ始まってなかったっけ。始まってなかった。まだ始まってないんだ。はい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 。それが僕のモデルになるきっかけで SOS に入りましたっていうところですね。アダマスを断られてそうです。 SOS っていうのはそれはスーさんから勧められたの？そうです。当時はやっぱりアダムスか SOS だったかな。そうでしょうね。でその SOS に勧められた時っていうのは、自分はもうその SOS っていうエージェントにいたから。だから自分の中ではね、それ悔しいとは全然思わなかったんですよ。その断られたのが。悔しいとかそういうふうには全然思わなくて、違うところがあるんだっていうところ、まずそこに行ってみようっていう、行ってみましたね。銀座の豊川ビルですね。今はなく、6階。はいはいはい。5階までエレベーターで行って、そこから階段を上がって、ものすごく広い部屋に何十人とマネージャーがいるっていう、大きなで、多分所属している人が日本全国で1000人ぐらいいたかな。いたでしょうね。北海道とか札幌、福岡、そう名古屋、仙台、名古屋、もちろん大阪、東京、でみんなでもその地方の人たち、地方大都市の人たちは、東京のモデル、東京の SOS の人たちを見てるんですよね、結局はね。で僕はそれ入りましたと。で入った時に曽山俊也、まず名前を決めようと。そこもちょっと聞いてみたかったんだけども、本名が曽山俊也、なかなか曽山っていう名前もいない。で紹介された、知り合った時にはもう山本俊也だったんだけど、後で曽山って聞いてと思ったんだけど、その世間の山本さんには申し訳ないんだけども、本当にごく普通のたくさんいらっしゃる山本っていう名字、なぜそれを使ったのかなっていうのがまたちょっと自分の中で不思議だったんだけど、その時に、今井部長っていらっしゃったの。覚えてます。今もSOS の重鎮としてやってらっしゃるんじゃないですかね。今井部長が占いが好きだったんですね。生命占いが。ちょっと面白い人だったよね。こわ表なんだけど意外と茶目っ気のある。そう優しい人だった。優しかった。頭はパンチパンマークでしたけど。そうこう最初ちょっと反社会的な匂いのする人かなって実際そういう匂いはあったよね。でも今井部長も元モデルやってたんだよね。そうです。でも我々には優しかったんだよ。優しかった、すごい優しかった。でその占いを凝ってて、で曽山俊也って自覚が合わないから、いい自覚じゃないから、候補をね3つだ。山本と、山本俊也、高木と
高木俊也。で高校が、ね、東って千葉東高校っていう高校なんです、でもその東を取って、東俊也、ああそれもでもピンとこるな。東俊也、山本俊也、東俊也。でその時にね、東っていうのは消去法で言うと、コメディアンって言ったら失礼ですけれども、東さんがいたんですね。東八郎さん。東八郎さん、まだ僕はあの方が素晴らしい人だっていうのを知らない時期でしたから、東イコール東っていうふうにもう消去法でのイメージに取っちゃうよね。そうですそうです。本当に申し訳ないと思ってるんですけど、ごめんなさい。というところで、じゃあ高木か山本。でも覚えやすいのは山本覚えやすいなって。そこ大事だよね。覚えられやすいっていう。名前覚えてもらうって大事だから。そうか。はい。それでじゃあ僕山本いただきます。これ自覚いいんだぞって今井さんが言ってくれてね。とはいえ仕事場現場では山本君って言われるよりも俊也っていう方が多かったよね。そうなの。最初は俊也とか俊也さんとか俊也君とかそっちだった。それねやっぱりね3文字って言いやすいんですよ。今でもほらスイカパスモなんちゃらっていろいろあるでしょ。やっぱ日本人にとって3文字って言いやすいんだよね。これねヨーロッパに行ってもそうだった。達比って言ってたもんね。達比これが達しっていうのがまた言いづらかったみたいで、フランス語だからね。でも達しってちゃんと言ってくれてたけど、その3文字ってやっぱり言いやすいんだと思う。だから山本君っていう人もいるだろうし、山本さんって呼んでくれる人もいるだろうけども、ほぼ俊也っていうイメージでやってたよね。やってました。それは我々仲間もみんな俊也って言ってたし。もしくは俺みたいにもっちゃんって言ってた。いや違うの。山本さんは最初山本君っていう感じ。そう。でもっちゃんになったのは長澤俊也が自分が俊也って呼ばれたかったんですよ。長澤俊也。そう長澤俊也。こいつ。役者になった。そう。自分がね俊也って呼ばれたくて、僕は山本だから山本ちゃん。山本ちゃんっていうもっちゃんにしちゃったんですよ。本人は俊也って僕が先に俊也って呼ばれて、そうすると彼は僕たちは同じ年代ですから長澤とは俺は長澤って呼んでたんですけれども、で長澤が僕のことをもっちゃんって呼び始めてそっからが広がっていったんですよ。なるほどね。そういう風でもっちゃんになったのか。そう。